どうもベルです。今回はグランドマフィアの気まぐれコラムということで、資源の効率の良い集め方についてやっていこうかなと思います。このゲームT4 開放する前は、T4 開放するのに、必要な投資をやっていくので、めちゃめちゃね、ダイヤが、必要だったと思うんですけども、開放した後も、ダイヤめちゃめちゃ使うじゃないですか。投資もそうですし、T4 作っていくのにも、ダイヤと、あと普通の弾薬だったり、物質だったり、合金だったりの資源も、非常に使うのかなと思います。で、もちろん戦っていくと、その分兵士負傷しますので、じゃあその回復のために、資源大量に使えますよね。ただ課金といっても、ある程度はついてくるんですけど、正直全部賄える量では到底なくて、なので結構資源が足りない方が、多いのかなと思います。ということで今回は、そんな資源の、効率の良い集め方について、お伝えしていこうかなと思います。で、まず大前提としてなんですけども、ワールドマップ上での略奪。これ結構されている方が、多いのかなと思います。ただこれって、実は資源を集めるという面で考えると、正直、かなり効率が悪いです。もちろん、デイリータスクの、クリアだったり、資源略奪のイベントが、来てるのであれば、全く問題ないと思うんですけど、純粋に資源を集めるという面で考えると、正直、かなり効率が悪いです。収集って、どうしても、じゃあその資源を、じゃあ見つけて、略奪に出して、兵隊選んで、略奪ボタンを押すっていうのを、その回数分、その進軍したい回数分繰り返さなきゃいけないじゃないですか。で、それを、じゃあ、毎日、じゃあ何回も繰り返していくのって、結構しんどくないですか？もちろん、この略奪自体を、このゲームの楽しみとして、やっているのであれば、全く問題ないと思うんですけど、資源を集めるために、半ば義務感でやっている方がいらっしゃれば、今回の動画かなり参考になると思いますので、最後までご覧いただけると嬉しいなと思います。で、まず資源って、いろんな方法で集まっていくと思うんですけど、今回の場合注目していただきたいのは、別荘内での資源生産です。これで、大量に資源を集めていくことができます。で、僕が今それでどれだけ、資源を集めているかと言いますと、今1時間で、合金が 3M。で、ダイヤが、だいたい 750K ですね。これが常に生産されてます。で、1日にすると、70M 以上の合金と、18M 程度のダイヤですね。で、しかもこれヴィーナスの生産スキル。これ使うと、さらに増えてきますし、ちょっとね、まだ発展途上の段階なので、建て替えと、あとは生産バフ上げが、終われば、もっと上がっていきます。これ、かなりでかくないですか？同じだけの資源を、じゃあワールドマップでの資源略奪で得ようと思ったら、もうどれだけ大変かっていうのは、皆さんご存知だと思います。ただ、この資源生産については、いろいろ、いろいろと、考えていくべきことがありますので、今回はそれについて、いろいろとお伝えしていこうかなと思います。で、まず城内の、資源生産施設なんですけど、紙幣と、弾薬と、物質と、合金の、生産施設ですね。で、これはまず一つずつ、作りましょう。で、その後にはたくさんスペース、残ってると思うんですけど、これは一つの資源に絞っていきましょう。結構まんべんなくやってる方多いと思うんですけど、これはなるべく一つの資源に絞った方が絶対にいいです。これなぜかというと、もう理由は単純明快で、生産バフを一つの種類に特化させた方が、多くの資源を集めることができるからです。ただこれ、一つの資源、だけたくさん生産されると、使い切れなかったりするじゃないですか。なので、自分とは異なる、資源生産を特化させる人と組んで、じゃあ余った資源を送り合ったり、で、組織バンクに、組織の資源バンクに、寄付していったり、で、サブアカに一時輸送したり、いろいろとできることはあるのかなと思います。もちろん、輸送にかかる税とかもあるんですけど、まんべんなくやるより圧倒的に効率がいいので。で、次に、ダイヤについてなんですけども、ダイヤ加工所建てれるところって、ダイヤ加工所か、トレーニングセンターか、病院。
いずれかが立てられると思いますので、その割合について、まずお伝えしていこうかなと思うんですけど、まずトレーニングセンターは、一つで OK です。ゲームめちゃめちゃ詳しい人からすると、ラリートラップ組むために、じゃあ T2 を数日で、1000万作っていくとかになると、トレーニングセンター作った方が加速節約できるみたいなことは、ゴールドですね。節約できることはあるんですけど、基本は一つで OK です。トレーニングセンターって、レベル25にしたとき、チーム防御が10%増えるじゃないですか。ただ、それって、一番効果ないので、私何度もこれ言ってるので、いつもご覧いただいている方からすると、しつこいわと思われている方も多いと思うんですけど、防御は本当に効果が低いので、一応ダイヤ加工所だと、チーム攻撃が 2% ついて、病院だと、チーム HP が、5% というところで、バフ目的であれば、病院が一番効果がでかいです。なので、周調戦中で、出血打つ人なんかは、なるべくほぼ病院、病院にしていくのがいいのかなと思います。ただ、何もないとき、周調戦の期間外とかですね。その時はもうダイヤ生産所を加工所を建てまくりましょう。ダイヤ加工所を建てまくることで、毎日ダイヤを大量に獲得していくことができますし、トレーニングスピードも大幅に上がっていくんですよ。なので、周調の期間外は、ダイヤ加工所を建てまくって、ダイヤ生産して、ヘルイベと合わせて、訓練バンバンやっていきましょう。ほんとこれをちゃんとやってるかどうかで、周調戦でどれだけ戦えるかっていうのは決まってくるので、病院も、周調期間外にたくさんある意味って正直ないので、2個か3個にしておいて、トレーニングセンターは1つ。残りはダイヤ加工所でいいかなと思います。で、一応これで僕は毎時間、750系くらい、ダイヤ生産できてるんですけど、で、これまだダイヤの、生産バフ、上げきれてない状態でこれなので、一応これ理論値まで突き詰めていけば、だいたい900K から 1M くらいは、生産できるようになります。これ半端なくないですか？で、これに加えて、ビーナススキルの、生産ブーストありますので、じゃあ毎日には最大で 30M ほど、ダイヤ生産ができるようになります。このビーナススキルの、資源ブースト、もうめちゃめちゃ優秀で、オリビアのスキルなんですけど、こちらですね。これ最大で、12時間に1回6時間分の、資源生産ができます。一応基本カウントダウン時間は、最大で1日なんですけど、ビーナスの投資ですね。そちらで半分まですることができるので、半日で、6時間分の生産をすることができるようになります。ビーナスについては、今度やりたいんですけど、めちゃめちゃ大事な、生産バフも、ビーナスでかなり上げていくことができます。生産バフ低かったら、普通の資源も毎時間、じゃあ 3M、4M と、生産していくことってできませんし、ダイヤも、ただレベル25をたくさん立てただけだと、毎時間 800K とかいかないんですよ。で、具体的には、イスカニアで、ダイヤ生産バフ。ジョアンナで、合金と物質の生産バフ。リリーの、紙幣の生産バフは、そもそも、紙幣を特化させることはないので、無視でいいと思うんですけど、ノエニーで、弾薬と、ダイヤの、生産バフ。椿が、物質の生産バフ。テレーゼが、合金の生産バフですね。基本的には、特化させた資源と、ダイヤの生産バフを優先してあげていきましょう。で、あと生産バフといえば英雄ですね。ダイヤだったら、ロックとレッドマンティス。弾薬だと、リベンジャーとキャプテン。物質だと、ギガントとエンペラー。合金だと、ポイズンとハニーですね。これ各英雄を金にすることで、一人につき 150%生産バフを上げていくことができるので、めちゃめちゃでかいです。で、あとは意外と忘れがちな、生産バフアイテムですね。これ、1日バフ使うのももちろんいいと思うんですけど、結構1日だと割と忘れがちなので、組織コインで7日間の生産バフ買って、使っていくのも非常に良いのかなと思ってます。
全然そこまで高くないですし、これ買ったから、シティ店とか買えなくなっちゃったみたいなことは、起こらないと思うので。で、あとは、装備ですね。アーキテクトのジャケットと、サブ武器。こちらで、ダイヤ生産バフ上がりますので、基本的に常につけておくのがおすすめです。あとは一応、シューズのゴッドファーザーで、ダイヤの生産バフ上がっていくんですけど、これもキング装備が、S になったら、近時交換で、ゴッドファーザーの、ゴッドファーザーの装備交換できると思いますので、ブーツについては、結構優先して、交換していってもいいんじゃないかなと思ってます。で、アクセサリーについても、生産バフが、この、サクセサー、ラッキーリングですね。こちらで、15%、投資が装備の投資が終わってれば、16.5% ですね。上がるんですけど、ほぼないと思うんですけど、この装備で、じゃあ集結受けるってなると、ちょっと怖いといえば怖いので、アクセは僕は一応ゴッドファーザーの、つけてるんですけど、でも全然生産バフでも OK かなと思います。で、次に、こちらも結構大事な要素なんですけど、リーダースキルですね。これでもめちゃめちゃ生産バフが上がります。僕は普段こんな感じにしてまして、二つの生産バフに振ってる感じですね。合金とダイヤ。一応余ってるんで、物質振ってるんですけど、物質は正直振んなくて OK です。で、これあくまで、VIP18 で、スキル切り替えが無料なので、こうやって上げてるだけで、スキルセットが、有料な場合は、建設とトレーニングと、投資バフを上げて、残りは、レベル3の生産バフに、振っていく感じですね。あと一応僕は今、合金と、ダイヤを特化させてるんですけども、物質を特化させてる人であれば、物質のレベル3を取っていったりっていう、感じになっていくかなと思います。一応、これで、で、この後に、投資と、トレーニングと、建設と、投資ですね。で、この後に、残り35ポイントを、じゃあ物質に振っていくか、合金に振っていくか、大学に振っていくか、もしくは、ダイヤ優先するのであれば、こっちに振っちゃっても OK ですね。こんな感じですね。全然上がっていく割合としては、この、レベル2のやつ上げるより、レベル3上げた方が、上がるパーセントとしては多いので、物質とか、合金とか大学でも良いのかなと思います。で、一応このスキルについては、後日別途やっていこうかなと思ってますので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいなと思います。で、あとは少し投資でも上がっていきますね。ただ、経済の部分って、T4 解放するために、上げていったら、勝手に上がっていったという部分だったり、あと高級装備と、ファミリークリスタルで上がるんですけど、これってあくまで、もっと大事な投資をするための前提条件という意味合いが強いと思うので、そこまで意識しなくて OK かなと思ってます。で、そんな感じで、コツコツ上げていくと、生産バフって、1000% 近くいくんですよ。こちらですね。あそこ今、合金の生産量あれですね。ちょっと落ちちゃってるんですけど、資源生産のにして、こちらですね。こんな感じで、かなり、バフ上がっていくので、かなりの資源を、獲得することができます。ただ、資源容量の問題が、もちろんありますので、序盤の方でもお伝えしたんですけど、仲のいい同盟メンバーと、送り合ったり、あとは本当サブアカに地図輸送していったり、組織のバンクアカウントに輸送していくというのが、大事になってくるのかなと思います。ただ、メインアカウントだけだと、多分どれだけ突き詰めても、毎日、100M くらいの、弾薬物質合金いずれかと、30M くらいの、ダイヤかなと思います。もちろんそれでもね、十分な量だと思うんですけど、それくらいだったら、収集でも、略奪でも、めちゃめちゃ頑張れば多分どうにかなる量だと思います。ただこれ、サブアカでも同じことやったら、すごいことになります。僕の場合でも、
同じようなことをしてる、戦闘用のサブ1つと、あと資源生産専門の、サバカが、4つあるので、全部合わせて、だいたいダイヤだと、合計で100円ほど、毎日自然生産と、ビーナスキルの、生産ブーストで手に入れてます。これって結構やばくないですか？いやいや、どうせサブも課金して、生産量を上げたんでしょと、思われた方いらっしゃると思うんですけど、ほんと資源生産サブについては、全然課金してないです。私が資源サブで使ったのは、最初の120円のキラークイーンのパックと、ちょっとあとは1赤だけ、もう1赤、高い兵隊ランクで、派兵できるようにしたいなと思って、ファミリーゴールドコイン買った、血迷った時期もあるんですけど、それ正直、資源サブとしては育成し終わった後のやつなんで、ほぼ無課金です。そんなほぼ無課金の、で、戦力的にも、3000万とか、これはレベル60まで、やってもいいかなとかちょっと思ってるんで、ちょっと上げちゃってるんですけど、ほんと資源生産だけだったら、もう2000万くらいあれば十分なので、で、それで、1赤につき、毎時間、3M ほどの、弾薬物質合金、いずれかと、毎時間、500K から600K ほどのダイヤを、常に生産できています。いやいや、でもそれ毎日ね、結構時間かかってるんでしょと、思われた方いらっしゃると思うんですけど、毎日、かかってるのって、1赤につき5分程度なんですよ。具体的には、ビーナススキル、まだもちろんレベル10じゃないので、毎日のビーナスゲームと、ビーナスデート。あとは組織ギフトの受け取り。それと、数日に1回の、バリアの張り替え。あとは、毎日の、朝と夜にやってる、資源輸送。それだけです。資源輸送しながら、ビーナスの、ビーナスゲームと、ビーナスデートやったり、組織ギフト受け取りなんかはもう一瞬で終わるので、本当に1日1赤5分もかかってないです。なんかそれで、毎日大量の資源って考えたら、結構すごくないですか？略奪していくより、本当に圧倒的に効率的で、ただちょっと今回尺の都合があるので、次回の動画で、資源特化サブについては、お伝えしていこうかなと思いますので、次回もご覧いただけると嬉しいなと思います。では今回の動画はこの辺りで、動画の方を、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。